こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。今日は私の専門分野であるきなこに関してがっつりお話をしていきたいと思います。内容は保存版きなこの選び方です。以前私の動画にコメントをいただいたんですが、きなこの種類に関してお話をしてほしいということでリクエストいただきました。で、私はその時はきなこのハイシーズンである冬、お餅を食べる冬にやった方がいいかななんて思ったんですが、きなこは365日いつ食べたって最高なんだから、こんなに体に良くてこのご時世リーズナブルで美味しいスーパーフードなかなかないじゃないですか。なのでお話しした方がいいなと思って撮ってみようと思いました。いつもはその使い方に関して発信をしてるんですけども、今日は選び方という視点でお話をしていきたいと思います。早速ですが皆さんに質問があります。今どんなきなこをお持ちですか？お家にありますか？多くの方はこう言うと思います。別に普通のきなこだけど、スーパーで買った普通のきなこだけどね。あなたにとってそれが普通でも、他の人にとったらそれが普通じゃない可能性があります。そう、きなこは地域性がある食べ物なんです。これなかなか知られてないと思います。例えば九州の方のきなこって大体こんな感じなんですよ。なんですが東北の方の普通のきなこってこんな感じだったりするんですね。結構知られてないんですよ。全然違うでしょね。ということできなこには地域性がある、種類がいろいろある。最初に選び方の話をする前にその種類の違いのことを簡単にお話しさせてくださいね。私は600種類以上きなこを食べているんですが、何が違うのか、その種類の話をしたい。そしてその前にきなこは何なのかっていう話をもう一度したい。なぜなら知らない方がとっても多いから。知ってますか？きなこは何なのか。これを知らないと種類がわからないんですよ。いいですか？きなこは大豆をいった粉なんです。だからきなこの種類がいろいろある。なんでか。それは大豆の種類がいっぱいあるから。そしてその入り方が違うから。そして粉にした状態が違うから。だから600種類もいろんなきなこができるわけなんですね。なんとなくわかりましたね。で、一つずつ見ていきたいと思うんですけども、まず大豆の種類について簡単に話しますよ。今日本でどれくらいの種類があると思いますか？ご存知ですか？なかなか知ってる方少ないと思うんですが、農林水産省に登録されている種類、2021年現在で236種類あるそうです。でもこれ登録されてる種類だからね、登録されてない在来種っていうのもたくさんあるんですよ。それを入れるとね、400とも500とも言われてる。だからたくさんありますね。でもそんなにたくさんあるって言われたって何が何だか分かんないっていう方のために色分けしてこの辺に出しておきました。写真を出してみましたけれども、ほとんど出回っているのが黄色い大豆です。黄大豆と言われるもの、これです黄大豆のね、よく見るでしょ。これが一番多く出回ってます。もちろんこの中にもたくさん種類があるわけなんですけども、色分けするとこれが一番多いですよね。そうして、黒大豆とかあと青大豆ってのもよく売られているんですけども、この黄色い大豆に比べると希少価値は高いので金額的にも少し上がりますよね。例えば黒大豆の見えるかな、きなこちょっと黒いの分かりますか？それはその皮の色、アントシアニンの色でちょっと黒くなってるわけなんですけども、こんな風にありますね。で、きなことして出回ってるのはもちろんこの黄大豆が一番多い。その次に、黒大豆だったり青大豆だったりするんですけども、結構スーパーでどっちも見るかなとは思います。ただ作られてる地域が結構限られているので、黒大豆だったら関西のね、丹波の黒豆とか言いますけども、関西の地方だとか東北とか北海道の一部とかで作られているし、青大豆だったら東北の地方だとか、あとは四国の一部の地域で盛んに作られている。地域性あるでしょ。そうして多分見たことないと思うんですけども、茶大豆とか赤大豆、紅大豆、倉掛大豆とかね、
面白い色でしょ。黒と青のね、まだらになってるわけなんですけども、こういう大豆も大豆なんですよ。そしてそのきな粉って言ったらめちゃめちゃ希少価値高いです。ほとんど市場に出回っていないね。ということで今皆さん、大豆っていろいろあったんだなってことがわかると思います。皆さんが食べてるきな粉の色何ですかね、ちょっと調べてみてねそうして次に入り方なんですけども、入り方なんて分かんないよ、見ただけで分かるね、皆さんコーヒーを思い浮かべてくださいね。浅入りだったり深入りだったりあるでしょ。なのでもちろん深入りにすれば香ばしいし、浅入りだったらあんまり香ばしさがない、苦みがないわけになるんですけれどもね、それがきな粉にすると、例えばですよ、同じ黄色い大豆を使ったとしてもこんなに差が出るわけですよ。どっちも黄色い大豆、こんな色の大豆はないんです。これは入り方による色の違いなわけなんですよ。そうしたら味も全然違ってきますよね。それによって使えるもの違うからね、今日は後でそんな話をしたいと思いますね。まず入り方、そうして最後に粉ですよね。パウダー状にするんですけども、これなかなか見せられない、見てもわからないと思うんですが、粒感をあえて残すと風味が強くなる、味が濃くなったりするんですよね。だけれども、もうあえても滑らかでも粒子がナノレベルみたいな感じで細かくすると口どけも良くなるし、わらび餅なんかにも使われる。だからどっちがいい悪いじゃなくて違うんですよ。わかりましたここまでできな粉のその違いがなんとなく分かったかと思います。そうして次はおすすめ、ね、選び方を私の視点でご紹介して終わりにしたいと思います。これまできな粉はいろんな種類があるよ、こんなに違うんだよって話をしましたが、きっとこれを聞くとどれが一番うまいのとかどれが一番いいのっていう視点ではなくなってきてるかと思います。その用途、使い方にもよるし、もちろん皆さんの好みにもよると思います。私はこれからその用途に合わせたおすすめの選び方っていうのをお話ししていきたいと思います。そして好みは私は強制できませんからね私がすごく好きな人だから絶対あなたにもいいと思うよ、結婚した方がいいよっていうのは違いますよね選びたいですよね。だからそれは強制しない。だけども用途に合わせたおすすめをスペシャリストの視点からいきたいと思います。使い方1、餅に合わせる。やっぱこれですよね。皆さんきなこ餅好きですよね。どんなきな粉を合わせたらいいの、私の視点でお話ししていきます。まず色、大豆の色は私は好きな色でいいと思う。どれでもおすすめです。なんですが粒子の細かさは私は粗い方がいいと思っています。粗い方が風味が強いんですね。そしてお餅とめちゃめちゃ合うから粒子は粗めがいい。でパッケージを見た時に微粉とか超細かいとか書いてないものが大体合います。おすすめ。そして大豆は甘い方がいいんですよ。でも大豆が甘いってなかなかパッケージに書いてないので、これは試さなきゃいけないんですけども、もうね、お砂糖入れなくても大豆そのものが甘い大豆ってあるんですね。これはもうね、試してみるしかない。本当にびっくりするくらい甘くない大豆もありますので、私は甘い方が好きなんですけど、甘いとすっごく嬉しいし幸せな気分になるからおすすめです。はい、餅に合わせるのは粒子が粗めで大豆が甘いそれがおすすめです。使い方2つ目、ドリンクやヨーグルトに合わせる用のきな粉ね、きなこ牛乳とかスムージーに入れたりとかヨーグルトにかけたりとかする方がいらっしゃるかと思いますが、私なりのおすすめの選び方をご紹介します。まず大豆の色は何でもいいかと思います。ね、プレーンな黄色にすることもあるし、ちょっと黒のプツプツのアクセントも入れようかなっていう時は黒大豆のきな粉でもいいかなっていうふうに思います。ね、あとは緑のきな粉だと映えますよね。ヨーグルトのね、白に映えるなっていう感じもあります。そうして入り方なんですけども、あんまり浅入りじゃない方がいいかなと思います。きな粉の風味がやっぱりちょっと少ないので、浅入りのきな粉って白っぽいですし、ね、せっかくだから色味を足したいなって時は、浅入りじゃないものを使ったりすることが多いです。そうして粒子の細かさ、もう絶対微粉がおすすめ。めちゃめちゃ細かいきな粉がおすすめです。だいたいパッケージに書いてありますから、ね、すごく粒子が細かいですとか、ね、ドリンク用のきな粉にしましたみたいなメーカーさんもいらっしゃるし、微粉を売りにしているようなきな粉がおすすめだと思っています。
使い方3つ目、わらび餅に合わせるきな粉。わらび餅皆さん好きですよね。私も好きです。わらび餅のきな粉も好きだという方が多いかと思いますが、私のおすすめは木大豆で、深入りで、微粉。これが私はわらび餅に合うなというふうに思っています。で、さっきも言ったんですけど、それって京きな粉と呼ばれるものね、いろいろ売ってますよ。京きな粉と呼ばれるものがその3拍子揃ってるんですよ。木大豆、そして深入り、溶け微粉、それが京きな粉なんですが、この京きな粉って京都産の豆を使ったから京きな粉っていうんじゃないですよ。本当にその製法なんです。深入り、溶けね、深入りで微粉にしてあるのが京きな粉なんですけども、その昔京都のお菓子、京菓子に合わせるために作られたと言われているのが京きな粉です。やっぱり関西にいっぱい出回っている、これが好きな方も多いですよね。これはね、おすすめです。京きな粉って言ってもいろいろね、焦がし具合によっていろいろあるんですけどちょっとマニアックね、大好きはいですよ。使い方4つ目、料理に合わせるきな粉ね、料理にきな粉を入れる方も増えてきています。タンパク質を足したいからとか食物繊維を足したいからっていう理由で使われる方も増えています。私もそうですが、私はどんなものを選んでるかというと、木大豆で浅入り、こんなやつですね。こんなやつなんですけど、大豆粉に近いかと思うんですけども、浅入りだからいろんな料理の色を邪魔しないんですよ。例えば卵焼きに入れたりとかするんですけど、全然料理の色の邪魔をしないので使いやすいです。で、微粉でも普通の粒子が粗めでもどっちでも使いやすいかなと思います。溶かしちゃうんでね。そう。あとはただ和え物とかにするんだったら、さっきの京きな粉みたいな感じで深入りの香ばしさがあっても合います。ごま和えとかに香ばし系のきな粉を入れても合います。おすすめです。使い方5つ目、お菓子作りに合わせるきな粉ね、お菓子にももちろん入れますよね。パン作りとかクッキーとかプリンとかいろいろ入れるかと思うんですけども、基本的にはもう何でも合います。何でも合うし、ちょっとこのきな粉美味しくなかったっていうものも、ね、クッキーとか一緒に他の材料と一緒に入れて焼いてしまえば結構分かんなくなっちゃうので、ちょっとしくったなっていうきな粉をお菓子作りに使うっていうのも実はおすすめだったりします。で、一つせっかくだからこれを皆さんにご紹介したいかと思ったんですけども、これね、こういう深入りのきな粉って売ってるんですよ。マツコの知らない世界でもご紹介したんですけど、これはもうきな粉の域を超えてて、めちゃめちゃ超焦がしなんですね。苦味になってココアに近い状態になります。これはこれでめちゃめちゃ生きるお菓子があって、もちろんココアパウダーとして使ってもいいし、ココアじゃないんですけどね。で、これね、もうチョコみたいな風にできますので、この辺に動画上げときますが、これね、いろんなワークショップで皆さんに食べてもらってるけど、チョコですよ、チョコ。生チョコ生チョコ。ココア全然入ってないんですけど、きな粉だけでそういう味ができるって本当に革命だと思うから面白いねそういうことで、お菓子作りには全てのきな粉がおすすめです。番外編として今いろんなミックスきな粉って売られてるんですよ。よく見ません？こういうのとか、きな粉プラス何かを入れてる、もち麦とかね、菊芋パウダーとかレモンきな粉、これすごい人気があったんですよ。ワークショップでやったんですけども、ウコン入れてみたいとか、いろいろ皆さん見るかと思います。基本的には黒ごまが一番多いかな。いろいろあるかと思うんですけど、ね、こういう機能性のもの、何か他のものをプラスして栄養価を足すみたいなきな粉も多いですよね。こういうものも活用してもらえればいいかなというふうに思います。きな粉が好きな人はね、こういうものにも好きかなと思うので、いろいろ試してみていただきたいと思います。はい、きな粉の種類とその選び方のお話を今日はしてきました。何かの参考になってくれればいいなと思っています。で、もっと知りたい方、きな粉はどういう味なんだとか、そういう質問がある方はぜひ私のインスタグラムに行っていただくと、いろんなきな粉のジャケとともに、ジャケの写真とともに私の感想が書いてあるので、もう少し参考になるかなと思ってます。で、私はその味の評価を例えばグラフとかにしてないんですね。
甘さがこうで、粒子の細かさがこうでみたいな、そういう五角形とかね六角形のグラフにはあえてしてないんですね。それを公開してない。実際に自分の中でデータベースは Excel で作ってあるんですけど、それを公開してなくて、なぜかというと皆さんに出会ってほしいんですよ。なので文でね味の感想を書いているんですけど、例えばその五角形のものにしたからってみんなそれがどうなのかって分かりますかね。溶けがいいとかね、香ばしさが5って聞いて、それがどんなきな粉なのかってまだまだ分からない方が多いと思うんですよ。こんなに種類がある、味が違うってことも知られてないから、それを評価したものを見てもまだ分からない時代なのかなっていうふうに思っているので、そういう評価軸みたいなものは出してなくて、みんなに出会ってほしいし、みんなに発見してほしいし、自分の好きっていうのを見つけてほしいと思うんですね。なかなか自分がどんなものが好きってわからないんですよ。本当にきな粉だけじゃなくて人の好みでもそうですけど、あ、こんないいとこあるんだとか、あ、これ好きかもななんていう風に変わることもあるから、あえてその数字で評価とか判断しないような感じで今はきな粉を発信してますね。なので何かの参考になればいいなというふうに思います。で、実際に自分、さっきも言ったんですけども、データベースはあるんですね。なのでそれをもとにいろいろ商品開発をさせてもらったりとかね、そのきな粉の味もそうだし、メーカーさんの思いとかも自分の中でもだんだん知識が溜まってきているので、それを持っていろんなね商品とか味の開発に活かせるのかなっていうふうに思って活動してます何の話、そんな感じで今日は参考になってくれればいいなと思います。最後に皆さん、私今日こんなものをお見せしたくて、じゃーん、プリン知ってますか皆さん。これはね、ファミリーマートで売っている、去年も売っていたレトロプリン、硬いプリンが私大好きなんですけれども、本日はその硬いプリンに先ほどの白いきな粉ね、あまり香ばしすぎない浅入りのきな粉を、飛騨豆のその浅入りのきな粉をトッピングさせていただいて、プリンアラモードのような装いで硬いプリンを楽しんじゃいたいと思います。このプリンめっちゃ美味しいんだけど、そしていいですか、このままいきますよ。こんなの 見たいと思う、知らない、もうそれは硬いプリンおすすめプリンときな粉合うな。香ばしさがないっていうのも美味しいですよ。だってプリンの卵の味とかすごく生かされるから。そんなことで、きな粉の研究をしてます。きな粉の可能性を探求してます。きな粉スペシャリストの聖子です。これからもよろしくお願いします。またね、ありがとうございます。バイバーイ。